今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士制作動画シリーズ。今回はナンバー109、1993年に展開された新 SD 戦国伝伝説の大将軍編から烈光ガンダム。前回その1の軽装タイプ武闘化に引き続き、その2の今回は武装パーツを製作、烈光ガンダムを作りました。組み立ての様子はここから説明書に沿って記録しています。兜、肩アーマーと組み立てを進めていきます。一部のパーツは当時主流だったランナーロック方式でのはめ込み推奨でしたが、ここでは順に沿って先にランナーカットした状態から進めていきます。ランナーからのパーツのカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って組み立てを始める前にあらかじめ行って説明書に沿って準備をしています。パーツのはめ込み時に固定箇所にはプラモデル用接着剤を流し込み処理しています。使っているのはミスターセメント流し込みタイプです。低粘度の接着剤で樹脂入り、サラサラした液状タイプです。合わせたパーツ同士の隙間に毛細管現象を利用して流し込み、パーツ同士を強力接着します。キャップの合わせ目への流し込みに便利な面相筆が装着されています。現行の弓を組み立てていきます。無塗装の烈光ガンダム、踏破の鎧装着タイプをフロントビューからリアビュー。塗装前にミスタースーパークリア艶消しを吹き、下地を作っておきます。ここからは水性アクリル塗料で塗装です。使用したカラーごとにダイジェスト映像です。まずは下地塗装。青のパーツに色分けが必要な箇所、下出るカラーのレイヤーホワイトスカーを使いました。水で溶いて薄めた状態で塗っていきます。肩アーマー、現行の弓、トンファーなどに。今回はホワイトスカーを使って白の下地塗装をしました。白の塗料で愛用はこの他に、今回の塗装後半でも使うパレホのゲームカラーレッドホワイト、下出るカラーのベース、少しグレーがかった色味のコラックスホワイトなどがあります。下出るカラーはミニチュアホビー用の水性塗料でイギリス生まれ、特徴的なミニ容器に入ったマットな質感、粘性高く隠蔽力の強いカラー種の塗料。ベース、レイヤー、シェード、コントラストなど用途に応じて総勢300種以上のカラーバリエーション。烈光ガンダムは地上最強の戦いを終えてアークの国に帰った91です。新たなる敵に備えて修行の旅へ。憲法を習得し武道家としてのパワーも身につけます。続いてグレーです。下出るカラーのレイヤーエシングレイを使いました。本来は上塗り用の塗料ですが、そこそこの隠蔽力を持っているので使い勝手の良いカラーです。黒を塗りました。パレホのゲームカラーブラックです。黒の塗料ではこれ以外に下出るカラーのベースアバドンブラックを使ったりもします。踏破の鎧の台座、そして兜に青です。下出るカラーのベースマクラーグブルーを使いました。このキットは1993年2月に発売されました。伝説の大将軍編のキットはナンバー109のこの烈光ガンダムから始まりましたが、この頃の BB 戦士は1992年来、ちょうどナンバー100を超えたあたりから毎月1キットのリリースが続いていました。現行の弓にも塗装箇所がありました。赤です。パレホのゲームカラーブラッディレッドです。鮮やかなレッドカラー。鉄鋼、肩アーマー、フロントアーマー、トンファーなどたくさん塗装箇所がありました。パレホはスペインが発祥の高性能水性アクリル塗料。チューブに入った形状で明るい色数も多く、フィギュアの塗装には重用している塗料です。少々塗膜の薄いところがありますが、よく使っているゲームカラーやモデルカラーは隠蔽力の強い塗料も多く扱いやすいです。金色です。
シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーを使いました。粘性高い隠蔽力の強いゴールドの塗料です。戦国伝のキットでは欠かせない金の塗料。今回のキットではほとんどのパーツに塗装する箇所がありました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケなどを使って時短させて効率よくペイントをしました。オール筆塗りで仕上げました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装に要した時間は約60分でした。シルバーです。鉄鋼やトンファー、原稿の弓などにパレホのゲームカラーを使っています。白を補修的に、そして党派の文字の書き入れに上塗り、パレホのゲームカラーデッドホワイトを使いました。粘性の高い純白カラーです。 BB 戦士は1987年に発売開始されたいわゆる SD ガンダムのプラモデルで、通算ナンバー400を超えるロングセラーとなりました。最後は青、白の成形カラーをそのまま活かすパーツにハケで一気に、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果が表現できるカラー種にあるマットな質感に変える透明塗料、ストームシールドを使いました。色塗り後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。塗装し終わったパーツを組み上げていきます。伝説の大将軍編は史上最強編の続編となる新 SD 戦国伝第2作。戦国伝シリーズ全体では5作目となります。前作の主人公の一人である91烈光ガンダムが主人公を務め、シリーズとしてのつながりを強く意識したものとなっていました。大将軍の登場もあり、ナンバー120まで10のキットが展開されました。このパートでは前回作った軽装タイプ武闘家からパーツ乾燥させる形で党派の鎧を装着した烈光ガンダムを組み上げました。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー109新 SD 戦国伝伝説の大将軍編から烈光ガンダムその2の動画として武装パーツを作り、党派の鎧装着タイプの烈光ガンダムを作りました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。